プロレスラーであるウルフは、その圧倒的な破壊力が特徴です。何か当たれば半分減る、というのは、使っていて非常に爽快です。また、苦手なステージがないのも強みです。フェンスステージでは、様々な方法でリングアウトが可能で、狭いステージでは、一瞬で壁コンボに持ち込めます。相手の苦手なステージを選んで、優位に立ち回ることもできます。弱点としては、小技の性能が少し心もとないです。特にしゃがみに対して有利が取りづらく、次が続きません。また、二択に使う技の、コマンドが難しいのも難点です。レバー半回転や1回転をとっさに出すには、慣れが必要です。総じてウルフは、大技につなげるための小技に、やや難ありですが、どんな場面からでも、一発楽天を狙えるキャラになっています。6P は、リーチは長いものの、当てても不利な中段です。派生の 6PP プラス K は、6P から連続ヒットする銃弾です。ガードされた時の隙も少なく、牽制として使いやすいですが、2段に押しゃがまれてしまう点には、注意が必要です。6324P は、背側半回転の特殊中段です。ウルフの背側への酒を潰し、カウンターでダウンを奪います。他キャラの肘と同じ発生なので、同様の場面で使うのですが、こちらは、有利を取るより、暴れと酒を潰す目的で使います。これを嫌がり、防御行動を取る相手を投げるのが、本戦術です。ガードされた時の不利は、かなり大きいですが、上段の派生があるので、若干のフォローがつきます。こちらは、マイナス14から16フレームの、下段への反撃にも使えます。4P は、発生の速い、上段のコンボ指導技です。主に、マイナス15フレーム以上の技への、確定反撃に使用します。コマンドが簡単なので、とっさに出しやすいのも利点です。3P は、肘クラスの発生の中段です。ノーマルでは、1フレームしか有利になりませんが、カウンターでは7フレーム有利となり、大きい2択がかけられます。ガードされた時の振りも小さいので、6314P より、こちらの方が有効な場面もあります。6K は、カウンターでコンボが入る中段です。主に、5フレーム以上の有利から、大きな2択で使用します。3K は、腹側半回転の中段攻撃です。腹側への酒を潰すので、63214P と対になっています。リーチが長く反撃も受けないので、気軽な牽制として使えます。6P プラス K は、中段のコンボ指導技です。主に、上段をしゃがんだ時や、下段への反撃で使います。46P プラス K は、ダメージの高い、中段のコンボ指導技です。隙
敵の大きな下段の反撃にも使えますが、一番活躍するのは、暴れでの使用になります。ヒット時のダメージは、武器の打撃の中で一番高いので、暴れるときは、できる限りこの技で暴れたいところです。HP プラス K は、追撃可能な中段攻撃です。追撃は、46P プラス K や、ダウン投げなどが入ります。ガードされても振りが小さい上に、リーチがかなり長いので、起き上がり攻撃をかわした後の、反撃などで役立ちます。9P プラス K は、空中判定を持つ中段攻撃です。で、はじめに下段を回避するので、暴れや割り込みで活躍します。ヒット時は、46P プラス K や、ダウン攻撃などで追撃可能です。3K プラス D は、腹側半回転の、中段のコンボ指導技です。ウルフの腹側に避ける相手にヒットし、簡単なコンボで、大ダメージを与えることができます。発生が遅く、2択では使いづらいので、主に、相手の受け身に重ねて使います。受け身攻めは、この技と各種投げが、強力な2択となります。6P プラス G は、このゲームで最速の投げです。他キャラの投げの発生は、一律10フレームですが、ウルフの 6P プラス G のみ、発生が9フレームになっています。この1フレームの差は大きく、マイナス9フレームの技に、6P プラス G のみ反撃できたり、マイナス5フレームからのしゃがみダッシュも、6P プラス G は回避できません。このように 6P プラス G は、様々な行動を制限することができます。4123-6P プラス G は、相手を前方に大きく飛ばす投げです。コマンドを最速で入力することで、ダメージが15上がります。ただし、ジャスト受け身で、ダメージが10軽減されます。その他の特徴としては、他の投げよりリーチが長いです。その運ぶ距離を生かして、リングアウトを狙うこともできます。また、壁との距離によっては、追撃することも可能です。バーニングハンマーは、前方向で最大ダメージの投げです。発生が遅いので、なかなか決めづらいですが、リーチが長いため、中距離から強引に投げることができます。そのダメージの高さゆえに、最も警戒される投げではありますが、まさに、決まれば半分を体現する投げになっています。バーディクトは、後ろ方向で最大ダメージの投げです。この投げも、他の投げと比べてリーチが長いです。コマンドが難しいので、とっさの時には 4P プラス G もありですが、ダメージを考えると、できる限りこの投げを使いたいところです。66P プラス G は、発生の遅いキャッチ投げです。キャッチ投げとは、打撃の手がかりをすることができる投げです。
また、投げ抜けもできないので、しっかり受け身に重ねることで、相手のパスガード、避け、暴れに勝つことができます。46P プラス G は、発生の速いキャッチ投げです。これ単体にダメージはなく、ここから3択に派生します。主に使うのは、相手を前方に突き飛ばす P プラス G 派生と、相手を後方に投げる 4P プラス G 派生になります。P プラス G 派生からは、46P や 6P プラス K が入り、4P プラス G 派生からは、46P が確定します。この技は、狭いステージで猛威を振るいます。開幕の位置から、どちらかが決まれば壁コンボが入るので、有利時の2択として、これ以上ないプレイとなります。P プラス K プラス G は、様々な技を受け止めるさばき技です。さばき対象は、中段の P、K、肘、ミドルキックとなっています。さばき成功時は相手を掴み、そこから3択となります。手技さばき時は、ダメージの高い順に、6P プラス G、4P プラス G、P プラス G。足技さばき時は、ダメージの高い順に、4P プラス G、6P プラス G、P プラス G です。この技を出すときは、一緒に投げ抜けも仕込んでおくと良いです。ご視聴、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、お願いします。